皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は日本の政治問題。日本政府は食品価格の値上がりについてあまりにも鈍感すぎるという話題について取り上げていきます。世界的に見れば様々な国がほとんどはインフレ、つまり物やサービスの値段が上昇傾向にあります。しかし、国によってどれくらい上がるかについては差があるものです。極端にインフレが進んでいるところでは全く収入に追いつかないものですから生活に直撃し多くの人々が政府の無能さを批判するものです。日本においては長らくデフレ経済下にあって物やサービスの値段が徐々に下がってくるような状態が続いていました。デフレ経済が続くのは自利品状態を意味するものであり、少しずつこの状況は改善し、インフレ傾向へと転換を果たしています。問題なのは、そのインフレが行き過ぎていたり、また賃金上昇と比べた場合において低く抑えられているかが重要なポイントとなります。残念ながら今の日本は賃金上昇よりもインフレが悪い方向にちょっと突き抜けているような状況です。今回はこの問題について取り上げていきましょう。日経新聞の記事より、日本の食料インフレ 8% で突出、米が押し上げ、欧米は1から 2%。日本の食品価格の上昇率が先進国の中で突出して高くなっている。2025年は欧米各国が1から 2% 程度に収まる中、日本は 8% を超えた。米の価格高騰や継続する食品の値上げが要因だ。生活に近い分野でインフレが続くことで、消費の回復に足かせとなる。総務省が発表した4月の消費者物価指数は前年同月と比べて 3.6% 上昇した。このうち食料が全体を 1.86 ポイント押し上げた。インフレ率の半分が食べ物の値上げで説明がつく。日米欧の食料品の物価上昇率。このグラフからアメリカやユーロ圏においては日本よりも1年2年前に食料品の物価上昇率がかなり高くなっていることがわかります。しかし、現在においては日本がアメリカやユーロ圏と比べてかなり高い上昇率を記録していることがわかります。食卓に欠かせない米の影響は大きい。4月、米類は総合指数を 0.58 ポイント押し上げた。農林水産省が発表した米の平均店頭価格 5kg は4268円と1年でおよそ2倍になった。米価格の上昇に伴い、コンビニのおにぎりや弁当の価格も上昇する。米以外でも人件費や物流費の高騰、円安による輸入物価上昇などに伴う食料品の値上げは続いている。帝国データバンクによると、4月には4000品目を超える飲食料品が値上げした。欧米各国と比較すると、日本の食料品はインフレ率の高さが際立つ。内閣府によると、アメリカやユーロ圏の2025年1月から3月の食料品物価上昇率は1から 2% 台だった。対して日本は8から 9% 台だ。なぜ日本の食料品だけ値段が上がっているのか。第一生命経済研究所の星野氏は、コストなどを即座に反映させた欧米と急速な値上げを回避した日本との違いだ。日本はダラダラとした物価上昇になっていると分析する。日本は長引くデフレ経済で消費者が値上げに敏感だ。企業は少しずつ価格に転嫁しており、長期でインフレ率が高い状況が続いている。欧米各国は2022年から23年に大幅な食料インフレに見舞われた。アメリカは2022年に一時 13% 台、ユーロ圏は2023年に 17% 台にまで上昇した。日本は2022年から23年の間の最高でも 9% 台。一方で収束は日本より早い。物価変動の影響を除いた日本の実質賃金は2022年から24年度まで3年連続でマイナスとなった。賃上げは進むが物価上昇に追いついておらず、消費者は物価高を実感しやすくなっている。小泉進次郎農相は、今の米価格はあまりに高すぎて、日本の経済全体に水を差していると述べた。政府備蓄米の放出に関連し、6月にも5キロあたり2000円台で店頭に並べる方針を示した。身近な米の価格上昇が一服すれば、おにぎりや弁当などの値段も安定が見込める。消費者の節約志向を和らげるためにも、米価格をめぐる政策は重みを増している。欧米における食料品価格の大幅な上昇が2022年から23年にかけて大きく
見られたのは、これはロシアによるウクライナ侵略が大きく影響しています。ロシアはエネルギー資源だけではなく農産物品についても輸出大国です。地理的に近いヨーロッパにおいては特に天然ガスを安く仕入れていましたから、調達先の変更を図ることによって輸入エネルギー資源価格が上昇、それが燃料費や物流コストの大幅な増加を招きました。また食料品類についても、ロシアからの輸入についてある程度削減していくことによって、他の国からの調達に切り替える際にどうしても価格の上昇といったものに見舞われます。現在では少しずつ調達先を変更することに伴う価格の上昇は抑えられるようになってきました。しかし、変動率は収められましたが、少し以前より高くなった状態は今も続いています。一方において日本はロシアのサハリンで産出される天然ガスなどを輸入していますが、穀物類やエネルギー資源については大規模に輸入していませんから、その影響についてはある程度抑えることができました。しかし、欧米各国における調達先の変更に伴う価格の上昇といったものは、世界的な相場それ自体を押し上げましたから、日本も悪影響を今でも受けています。そして記事の中にもあったように、日本では値上げを行う際には、じわりじわりと進めるもので一気に値上げといったことはあまり行いません。円安に伴って輸入資源の値上がりといったものを一般のお客さんに反映するときまでには大きな時間差が発生しており、ちょこっと上げたなというのを小刻みに繰り返すようなことを行っています。そのためにここ最近では原油価格がかなり下がってきてはいるのですが、それが直接的に、もう高値を打ってここから下げられるようなといったような状況でもありません。そして記事の中にもあったように、食料品の価格上昇については、米がかなりの割合を占めています。これについては国際情勢とは関係のなく、日本国内の政治問題なので、自民党が続けてきた農政全体の責任として追及されるべきものでしょう。つい最近、日本の農林水産大臣が更迭されました。講演会で支持者たちに向かって受けを狙って、私はそれほど皆さんからお米をもらっていて、自分ではお米を買うようなこともないといったような話をしました。この話が本当で、しかも自分の選挙区民からの寄付を受け付けていて、しかもそれが政治収支報告書に何も記載もなければ、まさに政治とお金の問題に発展したわけですが、発言そのものを撤回し、あれは全くの作り話ですよみたいな話でやむやになりました。それはそれとして別の問題ですが、新しく農林水産大臣になった小泉氏は、備蓄米を大量に放出、しかもそれをなるべく安く放出することによって、価格上昇に歯止めをかけ、少しでも値段低下につなげたいとしています。これによってすぐにではないにしても、少なくとも上昇傾向が続いていた米の価格をある程度抑制することは可能でしょう。しかし一時的にこの場の価格上昇を抑えたとしても、全般的な農政それ自体については当然問題は残ります。というのも日本においては減反政策そのものについては近年ではやめていますが、しかしそうは言わないまでも減反につながる政策については行っていました。例えば水田から他の作物への転換について促すような制度であったり、農家の平均年齢がどんどんと上がっていることに対してさほど改善政策を打っていなかったりします。そして米価格について言っても、これを統制することは基本的には不可能に近いものです。ですから消費者としては安ければ安い方がいいと言い、一方において農家においては安すぎるのは当然のように赤字になってしまいますから、自分たちの生活を守れるレベルでの価格に保ってほしい。この両方の意見を調和させるような農政といったものが求められます。この問題に対する解決策としてはいくつかがすでに提案されています。まず第一に、米の価格がたとえ安くなっても利益を上げられるような集約化や大規模化、そして生産コストそのものの低減です。今の専業農家や兼業農家の人たちは平均して考えればまだまだ大規模化といったものができておらず、小さめな農地を多くの人たちが耕すような状態となっています。従来の農政の中においても大規模化といったものは推奨されてきましたが、それが足りなかったというのが事実でしょう。一つ一つの農家の耕作地域が狭ければ、それに伴って上がってくる売り上げも小さいわけで、効率化するための何かの工夫といったものにかけられるお金は限られてしまいます。耕作放棄地や休耕田、また兼業農家からの水田などについては、国が買い上げて専業農家などに
払い下げたり、農地集約化についての補助金をつけたりといったことは、もっと大規模に行う必要があるでしょう。また、直接的に農家に対するお金の支払いを考えるだけではなく、農業をする上での支援策についても打てる手はあります。例えば、農業をする上で肥料といったものは欠かせないわけですが、そのほとんどについては海外からの輸入に頼っています。現在のところ細々と行われているのが、下水処理場などを用いた肥料原料の作成です。なぜどこの下水場でもそのような活動をしていないかといえば、必ず赤字になってしまうからです。海外において最も生産効率の良い方式で大規模に生産される肥料はどうしても値段が安くなり、日本でどうこうしようと考える余地がなかなか入り込みづらいものです。しかし、日本国内で肥料原料になる、そのようなものを作れる施設があるのは事実なのであり、そうした施設で作る肥料を赤字を国が補填しながら国内農業で使えるようにするといったことは、肥料の自給率を上げるためにも必要でしょう。また、お米について言っても、これから日本人にそれ自体が減っていきますし、また、日本人が減らなくてもそれ以上に日本人一人当たりの米消費量が減ってきたという事実があります。ですから、いかにして日本で作るか、その上でどれだけお米の消費を伸ばせるかといったことも考えなければなりません。そのためには教育側の政策と連携を図る必要があります。給食における米の割合を増やしていくということは必要でしょう。パン食と米食、割合はそれぞれの地域によって異なっていますが、もういっそのこと、いつでも給食はお米を中心として考えるような献立にするといったことも、これからの消費量増大を図るためには考えるべきでしょう。例えば、日本の教育の中には食育という考え方が少しずつ取り入れられるようになりました。地産地消といった考え方もまた似たように、なるべく地元のものをみんなで食べようという考え方があります。しかし日本においては、パンの元々の原料となる小麦についてはどうしても大規模に作ろうというようなのが難しいような状況ですから、考え方としてもお米をみんなの主食として教育の中に組み込み、そして地産地消を進めるといった上でも、給食におけるお米の活用はもっと実施していくべきです。そして給食における非常に大事なのは、美味しい給食を作ることです。給食というのは極端な話、子供たちの栄養面を満たせば良いというような人がいますが、それだけではなく、食育ともつながって考えれば、日本で作られる農産物が美味しいといったことを子供のうちから覚えるといったことも大事な要素です。ですから栄養面だけで整っているからそれでよしだけではなく、いかにして美味しい食事を子供の時から味わうかといったこともまた重要な要素でしょう。ちなみに余談なのですが、今回の記事では日本の食料インフレ 8% が欧米と比べて突出しているという記事でした。じゃあ日本よりも悪い国はないかといえば隣国にあります。それがロシアです。ロシアは農産物の輸出大国ですが、同時に今ウクライナに侵略しています。そのために多くの働き手が軍か軍事産業に取られているような状況です。そういった特殊状況にある国において食料インフレは 11%、日本が 8% ですから、どれだけ日本が悪い状況かわかります。そしてこの食料インフレというのは誰にとっても直面する問題ですから、政府は小さな問題と考えず、もっと全勢力をつぎ込むぐらいの勢いで取り組んでほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は他の方にもお勧めしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。